東京都中央区八丁堀にあります天ぷら小野の志村光一郎と申します。これからね、夏本番美味しいトウモロコシとトウモロコシのすり流しと、トウモロコシを使って天ぷらを美味しい一皿を作っていきたいと思います。今日使うね材料ですけども、私実言うと埼玉出身です。実言うとすぐ近く草加市というところがあるんですけど、1832年から続いている朝倉農園さんというところです。ここのトウモロコシを余すとこなく全部使って美味しく料理をしていきたいなというふうに思います。説明していきますと、トウモロコシこれ生の状態ですね。皮剥きます。このヒゲ絶対捨てないでください。ヒゲ美味しいからね。ヒゲ後で使います。じゃあ分解したのがねここにありますんでね、見せますね。トウモロコシをもう単純ですよ、こうね全部こう剥いでって包丁でただ切ってこういうふうにしましたね。それから今日ねだいたい3本分だね。その3本にくっついてるヒゲ、これも用意してあります。まずやってもらいたいことがあるんですよ。絶対これね必ず俺やるんだけど、芯を茹でる。これね大事だからね。ここに甘い美味しい香りがあるわけですよ。これね煮ていくとねだんだん美味しくなっていきます。これ煮詰めててください。これ今水結構ひたひた入ってるでしょう。ぐーっとね結構ね煮詰まるぐらいまでやっていいですよ。そのぐらいまでねやっていきたいというふうに思います。でこれが煮立ってきたら、これまずね段取りとしてはこれ取ってそこにこの生のトウモロコシを入れてやります。ね、そこでお味ちょっと塩ちょっとして、このブレンダーでしっかりと回したのをこすと、そういうふうにしてね仕上げていきたいと思います。あまり好ましいものではないと思うんで、これは取っていいでしょうね。だけど取りすぎちゃうとこれ実はうまみだったりもするんで、あんまりきれいにやってやる必要はないかと思います。ちょっと気に食わないなっていう程度のとかやっぱ取る。やってるうちにね本当に野菜が煮えてきた時の独特の香りっていうんですか、これになってきます。でこれになってきたと同時にある程度これ出汁出てきてるなと思うわけですよ。まずねやっぱ五感、舌に入れて味ももちろんそうなんですけど、香りね、トウモロコシ茹でた時の甘い香りが出てくるから、これまではねこの前に取っちゃったら全然ダメです。美味しくない。やっぱこれからようやっと人にたちしてね、そこのいろいろな野菜の良さっていうんですか、わざわざ茹でた甲斐があるっていうかね、こういうふうなところなわけですよ。ね、取っていきますね。こんな感じでしょうね。そうですね。だから基本的にそう思います。で一気に昆布だしは僕ね菊の湯の村田先生なんかもよくおっしゃいますけど65度ぐらいまでとかねやっぱり温度があるんですけど、なんでここにじゃあ昆布入れないのってなったら、昆布はやっぱり別なんですよ。これグラグラさせちゃったら昆布の嫌なとこ出ちゃうじゃないですか。でもこっちはある程度煮出してやんないと美味しさが出ない。だからこれはこれでシンプルにまず仕上げてると。なの一回でやっちゃえばいいじゃん。ダメそれはね。そこはやっぱちょっと料理の一つのこだわりというか、ちょっとね手間かけるところだよね。だいたい10分からね15分ぐらいかな経過したと思います。ね、だいたいほら少し色ついてますよね。なんか少し茹でた感じになってきたよね。でこれでつまりトウモロコシの成分もよく出たよとね。そしたらこれ取っていっちゃいます。今日はねちょっとね限られた環境なんでこれちょっと引き上げていきます。ここまでやりました。でここでねやっぱねこのほらちょっと気になるなというのあったら取ってもいいけどあんまり気にしなくてもいいですよ。身の方入れていきます。入れますよ。でねポイントは入れてって、やっぱ色がほらトウモロコシって色がついてくるじゃないですか。ちゃんと色がつくぐらいまでねやっていけばいいですよ。であんまり硬い状態で今度ミキサー回しても結局なんていうのかな、皮が残っちゃうんだよね。でよく茹でましょう。ここで一回ねやっぱ塩少しします。ここでね塩一つまみ入れましたね。ミネラル塩がいいと思います。やっぱりうまみの濃いカルシウム含有量が多い甘みの濃いお塩ねがいいかなと思います。これねまだちょっとシャキシャキなんで、シャキシャキよりちょっと進めたいよね。でここの時点でさほらまたなんかぽいの出てきたよね。これさ一回少し取ってもいいかもしれないな。これな料理人の完成だよね。ここはねいいんじゃねっていう人もいるし、だから俺なんかこれちょっとなんか取ってやりたいかなってね、こういう感じだよね。ちょっと取るとさほらまた違くなんない？そろそろいいんじゃないか多分。浮いてきたもんね。ほら浮いてるのが出てるところ完全に茹だってるってことだと思うんだよね、周りがね。これでね今火止めました。じゃあねこれに入れていきますね。熱い状態ですけどうちはもうこのままね今入れますよ。なんてことないです。このね
うちはこのブレンダーに入れていきます。まあお店によってね、やっぱりほらブレンダー使うとこもあるでしょうし、まあいろいろねお店によってやり方様々だと思いますけども、まあとにかくこういう風にしてね、なるだけこの状態のとこで綺麗にしてあげないといけないわけね。これね、こうなりましたね。ここにうちは、はい、かけて回してまいります。はい、できます。さあどんなんでしょうかね。一回回してみましたが、結構いい感じだね、もう今の時点でね。でもやっぱね、このまだ見るとほら、よく見てください。この状態だとね、まだ中にこうつぶつぶ残っちゃってるわけね。でこれだとまあ別にこの状態でもこしてもいいんだけど、もうちょっとねやっぱやりたいですね、うちとしてはね。はい、こんな感じかな。よいしょ。いいですね。はい、でこのぐらいになりました。こしていくべきか。いきます。こしますね。これを、はい、こしていきます。ね、すごいでしょ。でこのカスどうすんのって話があるんですけど、これ何でも使えますよ。俺はね おからと一緒に炊いたり美味しくなりますよ。おからと一緒に炊くとね。この今すごく浅く仕上げてると思います。本当はこれレロレロにしてもいいのね。もっと詰めて、で僕今日冷やしたいんですよ。今日はさっとした感じに仕上げてます。もちろんこれもうちょっと濃くすると非常に何ですか、美味しい感じに仕上がる。ほらでここに美味しさが残ってるんで、なるだけこれ絞ってほしいわけ。ここはね、はいね、こんな感じかな。なんか荒ごしって感じだよね。あんまなんていうんですかね、このこし器ありますよね。あれでゴリゴリにこしたいっていう感じではないんだよね。これはこれでほらまた美味しい料理の活用法の方にこのね、残りの方はリースっていうかね、これは回してもらってって感じかな。だから皆さんが思うよりもなんつうんですかね、ポタージュでもなんでもないですよね。ですり流しなんてもんでもないですよね。どっちかっていうともうそれよりさらっとしてると思いますね、すごくね。一応ここまでいきました。今日ここにほら昆布だし用意しました。一応和食なんでなんかやっぱだしの要素入れたいんですよね。洋食だと例えばブイヨンとか生クリームとかになるんですかね。で私は今水と塩だけ。これぐらいかな。これぐらいね。お玉2杯ぐらい入ったでしょうかね。でまたはい、最後ちょっとそれにお塩、ちょっとお塩ちゃっと一つまみ、こんなもんかな。はい。いや水につけたところまあ沸かしたやつだけど、65度でだいたい25分ぐらいね。揚げていきたいと思いますね。はい、これね卵水ね。まあだいたい4リッターに対して全卵3つ、黄身2つ、氷も入ってます。ね、はい。このぐらいあれいいかな。今 132cc です。はい、これゼロに戻します。次粉入れます。どれぐらいかというね、このトウモロコシはってことですよ。トウモロコシはいきます。 100g に対してこれ難しいよ。全部混ぜてないからね。全部混ぜたらもうドロドロになっちゃうからね。まあ104とかだね。入れました。ただ全部混ぜませんよ。全部混ぜないでちょこちょこってこれぐらい。ほらこれまだ全然溶けてないとこあるでしょ。だから 100g じゃないだろうね、全部厳密にいったらね。はい、いきますよ。下粉打ちません。下粉打たないけどここで指で調整します。入れます。いいですか。入れるよ。はい、下をこの夏の破断面を上にしてって言った方がいいね。破断面を上にして、こっち分かれちゃったな。まあいいや、分かれても。はい、上下ひっくり返します。はい、次今度ね、そのもにゃもにゃ、これを、はい、今度これはね軽く粉、そしたらこれも広げてパッと入れる。はい、油吸ってるように見えるんじゃないですか。でもこれね揚げてやって、例えばねこう風当ててやると、僕の理論じゃないですけど、風当てるとねシャキシャキになるんですよこれ。風を当てないといつまでたってもぐちゃぐちゃ、ほらだんだんパリパリになってくるんだ。これ最初ぐちゃぐちゃなの。
よーく風を当ててやって油を切ってやる。はい、はい、出来上がり。これね、粉つけてないのにちゃんと上がるでしょう。はい、だから何でも下粉はきれいに打っていってもんじゃないわけ。下粉打ったらね、もっとねやぼったい天ぷらになっちゃうからね、これ一気に。じゃあね、これね盛り付けていこうかな。これさっきさ半分に割れた方を下にしてさ、これで綺麗だよね。でこの上にこれをこうかぶしてやると立体的に持った方がやっぱ美味しそうだよね、こういうのね。俺はねここにやっぱね、でほらこのパリパリちゃんね、さっきの風でぶん回す、ほらこんなパリパリになるんですよ。これさっきジャボジャボだったでしょ。風に当てるんだね。悪くないな。よし、はい、さっきのジュースね、ほらジュースっぽいでしょ。これね結構案外ねスッて飲みたいのにドロドロだとなかなか出てこない。はい、でこれでこちらで今日朝倉農園のトウモロコシをふんだんに全部使い尽くしたトウモロコシの天ぷらとジュースね、今日はあえて冷たくしたいんでさっと飲めるような感じで昆布だしと塩、あとは芯から取っただし、これだけで作りましたね。召し上がってみてください。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、最初ははい、塩かけない食べてもいいです。まあそれでもいいし、まあどちらでも大丈夫だけど、そうね、ちょっと塩かけないで1個いただいてみていただいて、でその甘みを見ながらのちょっとそのジュースをキュッていくという、面白いでしょこのジュースを。うわ、甘いですね。でしょ。天ぷらって脱水なんですよ。脱水させて香る甘みと香りってあるじゃないですか。でこっちは逆に言うと全部要素を出して、みずみずしいフレッシュなジュースにしてあるんですよ。だから僕の頭の中ではこれは天ぷらの元の要素を全部使ったんです。野菜に入ってる水分は飛ばしたものは全部こちらに要素が入ってて、逆にこっち側の方には全部揚げた要素が入ってるというのが僕のこの理論です。そのままでいいですよそれ。面白いでしょこの。全然思ったのと違う食感で。でしょ。どこの料理も今までのトレンドって日本食の中にスパイシーな要素を入れたりいろんな要素がありましたよね。それはそれで全然正解じゃないですか。ただ新しい感覚の中で私の料理法っていうのはどちらかというとご承知の通り簡単でシンプルなんですよ。で材料もあんまりいっぱいこねくり回さないで使わない。だけど全部材料使ってあるんです。これ私はこれ SDGs の考えにも即してるし、これからね天ぷらって若干その廃棄物も多いような気もしますけど、でも植物性の油ですから基本的に土に返せるんですよ。そういうふうに思ってるんですね。だからより優しく美味しい料理を作りたいなという考えの一環ですね。今日はご紹介いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。こちらこそありがとうございます。我々のちょっと新しいお店がですね今度できるものですから、ちょっとご案内したいと思います。井上シェフです。よろしくお願いします。この度ですね石川県の白山市の方にグランシェフズキッチンというのがございまして、わら焼きのお店になります。わら焼きと、そうだよね、サラダ、野菜の食べ放題、オーブンで炊きたてご飯が売りのお店になります。そこはやっぱフレンチの機材いっぱい入れてあるんで、フレンチ式でオーブンできちっと炊きたてのお米を出して提供しましょうと。それでもお値段ねそんないかないようにね、リーズナブルになってます。皆さんねぜひご期待いただきたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。